というところはまるで迷宮だな。行くも戻るも先の見えない我にふさわしい。さりとてここにあるのは人の営みに欠かせぬものばかり。無用の存在の我とは大いに違う。戯れに聞くが一木島姫、私との再度の融合は可能なのか？不可能だ。一度我ら三人が抜けた以上、もはやそなたは折紙ゆかり一木島姫、ついに追い詰めたぞ。その身もらい受けます。させん。折紙ゆかり、さすがに強い。ですが、この工場はこの得体によって包囲されつつあります。もう逃げられませんよ。ゆかり、敵の増援が来たようだぞ。ああ、そうだな。折紙ゆかり、諦めて投降してください。何がおかしいのですか？いや、こちらにも援軍が来たようでな。え？あ！ゆかり様、遅くなりました。私たちが抑えます。一木島姫と一緒に離脱を。ここは任せて先に行け。このセリフ一度言ってみたかったんだ。すまない。待て！ここは通さない。まずは私たちが相手になります。この得体、覚悟しろ。行くよ、みんな！指導負け、覚悟。はあ！この工場地帯のどこかにゆかり様がいるようだ。ですが、次から次へとこの得体が現れてまともに捜索できませんわね。どうして弱いくせに突っかかってくるかな。攻撃を続けていればいつか勝てると思っている。あるいは何か理由があって時間稼ぎをしているのでしょうね。例えば私たちを倒せるほどの手だれの都市の到着を待っているとか。鈴鹿お姉さん、寄せ集めのこの得体にそんな時いるわけないじゃん。いや、一人だけいる。おそらく今この得体を指揮している人物。ええ、一人だけ。時間稼ぎの理由が分かったの。この荒玉ってヨミお姉さん？だが彼女は僕たちを歓迎していないようだ。でしたらまずはこれを倒してヨミさんを引きずり出して差し上げましょうか。出現した荒玉は全て始末できたようだ。それでヨミさんは一体どこに？見て、あそこにヨミお姉さんがいるよ。つば九郎さん、本当につば九郎さんなんですか？そうだよ、ヨミお姉さん、また4人で一緒に親衛隊をやろうよ。
次へと。これじゃキリがないよ。こっちは手加減してやってるっての遠慮なく切りかかってきやがって。カオル、口を言っても始まらないですよ。分かってるっつうの。終わったら絶対有給もらってやる。ねえさやか、有給取れたら温泉卓球でリベンジだからな。確かにこれじゃキリがない。かなみちゃん、ひよりちゃん、ここは大丈夫だから、2人はゆかり様と一木島姫を護衛して。わかった、行こうひよりちゃん。あ、待ちなさい。あなたたちの思い通りにはさせないわよ。やっと片付いたの。それじゃあゆかり様と一木島姫のところに。江藤さん。おゆむちゃん。私ずっと待ってたんですよ、あなたと戦える日を。あゆむちゃん。花見行かないのか。ごめんひよりちゃん、先に行ってて。分かった。さあやりましょう江藤さん、本気と本気の激突です。折紙ゆかりと一木島姫を逃がすな。おえ。おっと待ちな、ここから先へは一歩も行かせないぜ。このセリフも一度言ってみたかったんだ。我々の邪魔をする気か。前にもこんなことがありましたよね。折り紙機に乗り込んだ時、カナミンたちを先に行かせました。私たちの最大戦力は間違いなくかなみちゃんとひよりちゃんだから、あの二人は何としてもゆかり様たちのところに行かせなきゃいけないって思う。舞の判断なら信じる。邪魔をする人は全員倒す。やれるものならやってみるがいい。ここにいたこの絵台半分くらいは片付きましたね。きっと上演が来る。油断は禁物。ゆかり様たちは離脱したし、タイミングを見計らって私たちも撤退した方がいいかもね。おい、折紙ゆかりの護衛に行ったはずのカナミがあそこで一騎打ちしてないか。カナミにとってあの子は他の都市とは違うみたい。そういう問題じゃないだろう。カナミのやつこんな時に一体何やってんだ。あゆむちゃん、もう戦うのはやめよう。なんでですか。これは任務で、私たちは都市で、都市は一緒に戦うものですよ。私、江藤さんと一緒に戦えるように強くなったんだから、全力で戦わなくちゃ。ダメだ、全然話が通じない。ノロの影響で支離滅裂になってるんだ。これがあゆむちゃんの求めた強さなの。はい、江藤さんと一緒に戦うために得た強さです。私、強くなりましたよね。そうだったらあゆむちゃんとは一緒に戦えない。どうしてですか。初めてあゆむちゃんと会った日、あゆむちゃんも剣術が好きなんだって分かってすごく嬉しかった。一緒に強くなっていけたら楽しいだろうなって思ったの。楽しい？
そんなの全然わかりません。さあ江藤さん、私と一緒に戦ってください。私の思い、全部この刃に込めたから、歩夢ちゃんなら、受け止めてくれるって信じてる。ごめんね、歩夢ちゃん。私、ゆかり様のところに行かなきゃ。いつかまた、立ち会いしようね。写しもあらずに何を。私があなたたちに勝つためには、もう命を削るよりありませんので。ヨミお姉さん、本気なんだね。はい。殺す気で来てください。私もそうします。荒玉の力を強めるため、自身の体をノロに侵食させるつもりですか。待つんだヨミ、今ならまだ戻れる。指導さんこそ荒玉を抑えていていいんですか。いいのさ、今は荒玉より頼れる人たちがいる。まあ歯の向くことですが、そのおだて乗って差し上げますわ。恨んでいただいて結構ですので。あなたも恨んでくれて構いませんわ。ヨミさん、もう戻ってこられないのですね、あなたは。ええ、戻れません。どんないびつな道であろうと、あの人が進む限りは。ヨミお姉さん。言ってしまったか。終わったの。ええ、迷いのない目だったね。せっかくまた4人の親衛隊に戻れると思ったのに、何がヨミお姉さんをあんな風にさせるんだろう。ヨミは親衛隊の中でも異質だった。僕たちはもっとヨミのことを理解しようとすべきだったのかもしれない。ヨミさんはきっと私たちとは異なる理由で戦っていたのでしょうね。さあ、ゆかり様を探しに行きましょう。鹿島神宮、雷神にして武の神、竹見和地を主神とする。そして鹿島神道流発祥の地、十条の母かがりとゆずきの3人で訪れたことがある。どうかしたか。かがり、ゆずき、お前が必要としている人間たちだな。だが我はなぜ私が20年も大わら玉を宿しながら己を保つことができたと思う。お前が一木島姫がいてくれたからこそだ。我は多月姫の苛烈さとたきり姫の合理性に苛まれた私は日ごと人間らしさを失いつつあった。けれどお前が慎重で臆病で自己否定的な一木島姫が中にいてくれたからこそ私は人の息にとどまれた。お前は不要な存在ではないよ。誰よりもこの私がお前を必要としている。ゆかり。ゆかり様、やっと見つけた。朝倉清光に選ばれし娘。そうか、ここへ来たか。折れるはずのないお刀の切っ先をその身に宿し、今この時この場所へ。偶然にしては出来すぎだな。
家州清光の意志、宿命、その意味。なるほど。そういうことか。20年を経てようやく合点がいった。それはどういう。朝倉美穂の、下がれ！双剣だったか？会いたかったぞ、一木島姫。いつ姫、それにこの歌いも。一木島姫よ、我のものとなれ。さすれば我が貴様が存在する意味を与えよう。多吉姫、そうはさせん。多吉姫様、ここは我らにお任せください。折紙ゆかり、一木島姫、確保！邪魔だ。多吉姫様、どうして。お遊びは終わりだ。我が直々に手を下してやる。ゆかり。一木島姫、私が時間を稼ぐ。お前は今すぐこの場を離れろ。ゆかり、しばし待て。そうだ、それでいい。朝倉美穂の、お前も逃げろ。嫌です。何？ゆかり様、私も一緒に戦います。十条日和。貴様、一木島姫、なぜ単身でここに。お前の力を貸してほしい。いや、我の力をお前に託したい。ふざけるな！貴様も元は多吉姫の一部。母さんを苦しめた大荒玉と同じだろうが。それがどうして。それでも我は自分をお前に託したいのだ、十条日和。我は我を必要だと言ってくれた折紙ゆかりを救いたい。朝倉美穂の、逃げろ！お前の叶う相手ではない！大丈夫です。なせばなるんです。我は構わぬぞ。振り払う虫が一匹でも二匹でも大差がない。少しは楽しませてくれよ。少しはやるようだが、二人がかりでも我を倒すことはできる。死に損ないわ。それでもかつて我の、いや、今はただの壊れた器か。さて、そろそろ死ぬか。竹三和地、まさか小柄すま十条日和。十条さん？あれ、十条さんなんですか？新しい器に満たされたか、一木島姫。ここは引くか。
して。まずい。十条日和は荒玉の力を制御できていない。九条さん、苦しいの？力を使い、少しは落ち着いたようだ。しかし、日和ちゃん、ゆかり様ー、花見。あ、みほのちゃんもいたんだ。どうしたの一体。ここで何があったの？一木島姫は、彼女はどこ？日和ちゃん。そこにいるのは十条日和であり、一木島姫だ。十条日和は大荒玉と同化したのだ。以前の私と同じように。嘘よね。